はい、こんにちは。私は田島イングリッドです。ペルー人です。よろしくお願いします。ペルーのどこからですか？私はリマ、リマ。首都リマに、生まれた。ペルーの好きなところは何ですか？海が好きです。海。ちょっと私は、生まれたのところは海岸のところです。それで私は学校とか、家は海の近く、三国に似てる。都人坊ね、私のふるさとは都人坊の町。いつも三国行くときはちょっと懐かしいの気持ちになります。私はペルーでは教師でした。ペルーの高校の教師です。スペイン語と英語の教師でした。2000から2000から日本来た時は2013年まで、そうずっとお仕事は学校の先生。ペルーの学校はどんな感じですか？違うですね。学生で、よくおしゃべる、あとうるさいとかで、とても元気です、とても元気です。子供たちは、若者たちも元気。なぜ日本に来ました？家族のために、私は結婚しました。国際結婚ですから、ちょっと旦那さん日本人、子供は1人いる。これは2番、初めての時はちょっと違う、勉強のために来ました。そしてその初めての勉強の時はどこで？福井大学留学生でした。福井教育の研究者でした。1年半、ちょっと文部科学省。で日本に住みました。いつでしたか？2009年来ました。福井とか日本はどう思いましたか？私は嬉しかった。ね、私はちょっと日本来たはラッキーだったと思います。チャンスね、日本来る人、ちょっとラテンアメリカ人とか少ないね。大体はちょっといろんな国もと近い来れる。私は勉強のためにちょっと、文部科学省とか何でもはちょっとサポートもできました。1年半ずっと勉強しましたはラッキー。何がびっくりしましたことは、全部服着た時は全部ひらがな、電車で漢字とひらがなだけ、ロマ字がなかった。この時越前鉄とかロマ字はなかった。今はある、ロマ字と英語で、でもこの時はなかった。ちょっと買い物行った時は、私買った時はこれチキンですかとか、鶏肉とチキンとかサルティとかシュガーとか、ちょっとこれは簡単言葉とかわからなかった。私本当日本語もっと勉強しなければなりませんと思いました。来た前に時間がなかった。忙しい、ちょっと学校の仕事とても忙しかった。準備も来た時も忙しかった。時間がなかった、勉強前に。で、日本着いたから日本語勉強を始めました。ゼロから。何がちょっと福井大学の外国人、留学生のためにみんなちょっと英語のレベルを話すしなければなりませんね。これ英語レベル、それで6ヶ月後で全部日本語終わりね。英語終わり。それでちょっとこれいいことですと勉強しました。それでちょっと言われてくださいとか会話は日本語変わりました。そしたら一応どこで勉強しました？福井大学で。全部福井大学プログラムは日本語の授業もあった。これはプログラムは Teachers Training プログラム、先生のためにプログラム。それで6ヶ月は日本語のスペシャルレッスン、スペシャルプログラム、先生たちのために6ヶ月勉強して後で研究。それで1年研究で一番は6ヶ月は日本語。住むのために。仕事は何をされていますか？今はちょっとダブル仕事、主婦これ仕事ですね。主婦と教えているの先生です。ちょっと自分の教室があります。ここにはスペイン語と英語を教えています。趣味は何ですか？趣味は勉強する。勉強が好き。ちょっとおかしいですね。
私は何でもなりたい。例えばもうちょっと英語、もうちょっとスペイン語の先生、もうちょっといい感じになりたい。いつでもちょっと YouTube とかオンラインのレッスンとか学ぶとか今まで勉強している。あとで他の趣味は旅行が好き。旅行は夢です。それで私は楽しいことは日本から韓国、飛行機のティケットいくらかかる、ホテルいくらかかる、食べ物何日行ったらとか、それでちょっと夢プランニングする。そうね。これだけ楽しみ。福井の好きなところは何ですか？ちょっと私ね、どこでも見たら緑のところ。何が私は出るとき、運転するとき、綺麗な空、緑の回るところ、映画見る、ペインティング見る。これは美しい。私はふるさとね、リマね、首都は同じちょっとコンクリートの街です。そうでしょ。リマは混んでいるにぎやかな街、車、タクシー、バス、さあ、だからそれで日本でもう綺麗、静か、ピースフル。これはちょっとどこでも回るは嬉しいです。歩くとき。見るは嬉しいよ。だから公園に行ったら、春だったらこの花出てくる。秋だったらこの花出てくる。それでスペシャルのところ、このためにお花見に行くじゃない。回るだけ見える。花見とか桜通り、どこでも見える。どこでも綺麗です。先生は好き。おすすめとかは何ですか？私のおすすめいつもは東尋坊。もちろん隠山、大学の隠山。人はどんな興味があるでしょ。他の人とか永平寺テンプルとか、あとで他の人ナイフとかだけ友達他の県住んでいる遊びに来る子供と一緒に、私も面白いことはそばを作る。これ経験は面白い。子供たちやってみる。もうこれはちょっと子供たちと一緒におすすめです。どうやって福井外国人コミュニティリーダーのことを知るようになりましたか？イベント時、会った時は友達、友人もあそこでブースあった。私はびっくり。とか、どうして私はちょっとコミュニティリーダーですと言われました。本当一人でと言ったら、そう、あんたはちょっとやってみてください。それで誘っていました。応募した理由は何でしたか？どうしていろいろある。ちょっとコミュニティリーダーはイメージとかね、外国人新しいとか、生活のためにサポートとかインフォメーション、自分のスペイン語とか、英語とかね、サポートとか手伝う教えるとか、だけではない。私の考えるもちょっと日本人は外国人のこと一緒にとか文化とか教えてるのこと方がいい。コミュニティリーダーは外国人だけではない。それでちょっとお話は日本人も、だから日本人もどうやって外国人とかちょっと一緒に仲良しのことは、ちょっとこれは一番私の、ゴールですね。あとでコミュニティリーダーはダイレクトのインフォメーションのチラシいっぱいある。それですぐ来るインフォメーション。多分私はニュース見たらなんとわからないね。これはニュースで、コミュニティリーダーすぐニュース出てくる。これあるよ。これは地震とかいろいろのチラシある。それでちょっとこれは。あとは3番は日本語。いい経験でいい練習です。それで複数のレッスンじゃなくて複数日本に住むの生活のためにちょっとみんなのコミュニティは、日本語ではもう大事と思いますね。それで調べてると自分で頑張る日本語で。福井外国人コミュニティリーダーとして何をしますか？今の時間の時は私いつも例えば病院とか翻訳とか一緒に行くとか、そう主役とか初めての日本語だけじゃなくて、それどうやってね、そう保険とかこの紙書いて後では、先生と一緒に翻訳するとかしたことはありますか？後でちょっと Facebook のグループとか外国人とかこれ私はどうすればいいですかとか、もうちょっとメッセージでこれあるよとか、
もうアドバイス、メッセージも送ります。あとでちょっといろいろなペルーの紹介もありますね。いろいろなところ、保育園、公民館、ね、いろいろな。辛い欲しかったらこれ入れてください。私はいつも嬉しいです。何が一番ちょっと初めてのびっくりしましたは、公民館のおばちゃんたちはみんな元気でした。みんな、知ってるね。本当に先輩たちは料理スクールは教えたことはちょっと簡単になった。これこの形、OK、分かった、卵、これ分かった、すぐ早いできました。面白いは日本料理作ったとペルー料理一緒に外昼ご飯食べました。それで文化ね、食べ物は文化も一緒にできました。あと、どんな料理ですか聞きたいとか、どんなチリとか辛いことはもうみんなはちょっと食べた時は美味しかったと言われました。本当に気持ちは食べたこと、がありません。やってみたいは一番ちょっと嬉しい。それで感謝です。このいろいろな、料理作るの時、料理だけ作るじゃなくて本当には気持ちですね。伝えたいこと、言いたいことはありますか？福井で、何が私は生活は楽しんでください。ね、何でもは楽しいことで間違えることがあるよ。これは経験です。ね、経験です。それで何でもチャレンジ、諦めない。そう、自分の準備諦めないでください。いつも頑張ってください。終わりました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。